こんにちは。エグジットメタルアークサプライ清水薫です。ご視聴ありがとうございます。刃物を黒くしたいという方からコメントをいただきました。鬼滅の刃の日輪刀のことかと思います。ガンブルーの動画の時のコメントだったんですけど、鉄にガンブルーを塗るともちろん黒染め剤っていう名前なんで黒く、もちろん黒っぽくはなるんですけど、若干黒っていうよりは焦げ茶っぽくなっちゃうんですよ。そういう意味でちゃんとした黒にするならアルミニウムブラックの方が黒くなるとは思います。そこら辺のことも含めていろんな金属を使って塗装ではなく金属に自然の色を出せるのかということでですね、どこまでできるか分かりませんが挑戦してみたいと思います。それでは、やっていきましょう。まず黒ですね。これ素材はアルミです。アルミのフラットバー、1メーターですけど、ここからこれぐらいまで表面加工してあります。ガンブルーの一種、アルミニウムに特化したアルミニウムブラックっていうのがありますね。今日はこれを使ってみたいと思います。まず最初によくシンナー拭きします。これ鏡面仕上げの時は特にそうなんですけど、バフにコンパウンドが混じってて、それが結構強力な油でガンブルー弾いちゃうんで、ちゃんとよくとてもしっかり脱脂しましょう。はい、そしたらですね、アルミニウムブラックいきます。チャイルドロックがかかってるんで、軽く押しながら時計回りに一度回してカチッてしたら逆回転でまた上げます。いきます。せーの。カチッてしたんで逆回転で上に蓋を開けます。はい。普通の鉄のスーパーブルーと同じ透明の水色したこういう液体ですね。やっちゃった。いきます。はい、こうやって黒くなっちゃうんで、これはまたもう別の違う場所でちょっと落としちゃったんでもったいないですんで、すみましょう。はい、徐々に黒くなってきました。わかりますか？はい、だいたい黒くなりましたね。でここでもう一度シンナー拭きをして余計なアルミニウムブラックを取っていきましょう。はいですね。でそれから錆止めっていうのもあれなんですけど、アルミは基本的に錆びないとは思いますが、条件が悪いとこのように白くこの白くなんか見える、ボソボソ見えるの、これ実はアルミの錆なんですね。あと鉄があって、この鉄の錆をもらい錆っていうのはこの部分なんですけど、室内で普通に保管しておく分には大丈夫だと思うんですが、軽く油を塗っておきましょう。CRC でもいいんですけど、これだとすぐ蒸発しちゃうんですよね。そういう意味でより粘度の高い、普通のどこにでもホームセンターでも車の用品屋さんでも売ってるハンネリ状のワックスがありますんで、そちらを軽く
そう軽く塗布していただいて、ウエストで軽く取っていただければ、アルミニウムブラックで黒くしたアルミの完成です。じゃあ次いきます。次白を表現したいと思います。白は時藤無一郎君のやつですね。これも同じくアルミですね。バイブレーションかけて白くしたいと思います。鉄でもステンレスでもバイブレーションかければなんかこう、白っぽくなるかなっていうイメージはあるんですけど、その中でも一番白っぽいかなって思うのはアルミニウムですかね。特に番手を極限まで高くっていうと、布やすりでやってもありなんですけども、もっと言うとスコッチを使ってこう布やすりでこうやるよりもこっちでやった方がもっと白っぽく細かくうっすら傷がつきますね。これも鏡面仕上げてるんで、この鏡面を消さない程度に軽くうっすらふわっとやってみたいと思います。わかります？この鏡面はちょっと白っぽくふわっとしてるの。いきます。はい、以上です。でこれにですね、やっぱさっきと同じように錆止めとして車のワックスを固形ワックスをちょっとこう撫でてあげてですね、で布で拭くと。そう白っぽい、白を表現、金属で白を表したというような、超細かいバイブレーションですね。はい、次は青。富岡さんの青ですね。青を表現するには鉄がいいと思います。鉄のオイル焼きですね。オイル焼きっていうのはもう昔から古からある錆止めの方法で、熱をかけて中の水分を蒸発させて、で温度が下がる時に空気中の水分を吸い込む前に油を吸わせて、でそうすることによってその後空気中の水分がこっちに来た時にその油で弾くっていう、そういう古の錆止めの方法ですね。やってみましょう。ここのもわっとしたのはこれが水分ですね。このもわっとしたのがこう鉄の中に入ってる水分がこう蒸発してるの見えます？この今水分を飛ばしてるんです。ちょっと温度測ってみましょう。はい、165度、いけますね。200度より高い温度で油吹いちゃうと熱が熱すぎて油弾いちゃうんですよ。意味がないので、ある程度冷めるまでこうですね。油は何でもいいですけど、今僕は CRC 吹いてます。青くなりました。はい、次はですね4番目、猪之助君ですか。藍ネズ色、藍ネズ色、藍色でありネズミ色であると、青っぽいグレーのことですね。青を出すのに鉄が良くて、だから焼いて鉄を青くして
それから温度が下がる前に、バイブレーションで青みをもうほぼ取って若干残してほぼ取って、それから温度が下がる前にオイルを吹いてオイル焼きするっていうちょっと瞬間芸的なものになります。でうまくいくかはどうかわかんないですけど、まあ、やってみましょう。はい、焼けました。温度が下がる前にバイブレーションかけてみましょう。若干青みを残しました。アイネズ色どうでしょう。5番目、桃色になりますか。金尾さん、甘露寺さんが使っている刀の色だと思います。桃色を金属で表現するっていうか、金属っぽい桃色って金属っぽいピンクって何でしょうねって、メタリックピンクって考えて、一応この銅のフラットバーをまあ研磨してみたんですね。皆さん綺麗な10円玉とか見たことあると思うんですけど、これが桃色ってどうですかねって銅だけに、ちょっとこれもですね何もしないとやっぱりこう指紋のっていうか手の油で錆びて黒くなっちゃうので、軽く焼いてもう軽く水分飛ばして油染み込ましてオイル焼きしたいと思います。色が変わらない程度ですけど。これ水分飛ばしてるの分かりますかね。すごい水分出てるの見えます？はい、いける。はい、どうでしょう。銅を軽く炙って油染み込ましてピンクを表現してみました。桃色を表現してみました。はい、6番目、赤、煉獄さんですね。赤というか銅をもう真っ赤になるまで熱して、赤というかもう朱色になります。やってみましょう。
熱すぎますね。しばらく冷める待ちましょうね。今真っ黒だけどね。いけるかな。この中から赤いのが出てくるんですね。わかります。赤いのが出てきてるの。はい、7番目、青紫ですね。紫色っぽいのはステンレス焼いてがっつり焼くと結構青紫っぽくなりますね。鏡面のままだとなんかあんまり色がはっきりわからないので、軽く本当に薄く軽くバイブレーションかけて色が出やすくします。はい、焼く前にシンナー拭きをしてゴミを取りましょう。はい、ステンレス焼いてみました。青紫になっているの分かりますかね。はい、8番黄色善逸くんですね。普通黄色だと真鍮で考えたいんですけれども、なんか善逸くんの刀がなんかこう雷模様の部分だけ金色で、あと他の部分はなんか普通の刀みたいなんで、そういうツートンカラーの場合、僕の業界だと穴掘って埋めるっていう別の、だからステンレスで作った場合、ステンレスでレーザーカットでこの模様を抜いて、雷の模様を抜いて、その雷の模様の真鍮をこうやって置いてくっつけて糊で貼るっていう象眼というやり方があるんですけど、刀の場合象眼っていうのちょっと少しならねあるんですけど、ここまで全部フルでっていうと裏表見えちゃうんで、と思ってどうしたらいいものかすごく迷ったんですけど、
とりあえず彫りました、雷の模様で。本当はエッチング屋さんにお願いしたかったんですけど、このサイズだとエッチング入らないっていうんで、超光バーをルーターにつけてこうやって彫ってみました。ここの部分を軽く焼いて金色にして、でその周りの部分をちょっと後で細かいバフかけてまた銀のステンレスの地金のシルバーに戻してみたいと思います。まず最初に軽く焼いてみましょう。これは難しいな。うまくいくかな。これ焼きすぎちゃうと紫になっちゃうんで、本当もう寸止め感っていうか、あとこう火が入れてから火止めた後にまだこう進むんですよ、色が。このくらいでもう若干ここら辺もう紫入ってるんで、角が若干ですけど、これ以上炙ると黄色じゃなくなっちゃうんでやめますか。やめときますか、ここら辺で。はい、じゃあ冷めるのを待ってルーターで周りを地金に戻していきますね。はい、善逸くんのモデル、金色に焼き色がついてですね、全体じわっとついちゃってるんで、このままでもいいんでしょうけれども、ちょっと雷のグラフィックじゃないところを焼き色取ってシルバーに戻して、ちょっとこの銀と金の色のメリハリをもうちょっと出せたらなと思います。やってみましょう。はい、吾妻善逸くんモデルできました。9番緑色、ここに真鍮の板がありまして、バーナーで焼いてみたんです。ちょっと分かりますでしょうか。虹色みたいに変色して、この中に緑、ピンク、黄色、青、紫みたいなこう出てくるんですよ。でこの緑っていうものが出てくるんですけれど、この真鍮のフラットバーを全部緑にこうキープするっていうことがすいませんできませんでした。品津川さん申し訳ございません。私にはつけれませんでした。ちなみに散々こうですね、鉄とか銅とかステンレスとか、真鍮とか、焼いたりして色を出したりしてみたんですけれども、アルミは焼かない方がいいです。っていうか焼かない方がいいっていうより焼いちゃダメです。融点が
鉄だと大体1500度ぐらい、銅だと大体1000度ぐらいなんですけども、アルミの融点がもう低くて650度ぐらいなんですね。でそれプラスその温度が高くなっていくときに赤く光って色が変わるじゃないですか、鉄にしても銅にしても。けどアルミの場合ってそういうのがなくてずっと表情があんまり変わらないんですよ。だからなんかこう炙っていくと突然溶けてボトって落ちちゃう。で鉄とか銅に比べて融点が低いって言ったところで600度はあるので、その600度の液体金属が自分の体、足とかももとかにこうドロっていっちゃうと非常に危険なんで、アルミはバーナーで炙らないでください。ちょっとやってみます。ほら色あんま変わらないんですよ。色変わらないのに突然溶けて突然落ちるんですね。突然こう分かります？色あんま変わってないのにもうトゥルットゥルのトゥルットゥルのトゥルットゥルですよ。これもんですから。アルミはバーナーで炙んない方がいいです。以上、塗装でなく金属に色は出せるのか、日輪刀の色編でした。ご視聴ありがとうございました。